In this video, I will explain the audio inspector and the mixer. Fine-tuning your audio is crucial for ensuring your content reaches the audience clearly without causing listening fatigue. Specifically, you need to ensure the vocals remain clear without getting drowned out by the background music, prevent audio distortion, and balance the overall volume levels. 今回はオーディオレベルの調整について解説します。視聴者の方へ内容をストレスなく届けるため、オーディオを整えるのはとても重要です。冒頭の映像は音声が BGM に埋もれ聞き取れません。各トラックにある音量を調整し、全体の音量バランスを整える必要があります。タイムラインにはオーディオトラック1に音声、オーディオトラック2に効果音、オーディオトラック3に BGM が配置してあります。オーディオクリップはビデオクリップと同様、先頭末尾にあるこの点をドラッグすることで音にフェードをつけることができます。また、末尾を選択した状態でショートカットキー、カンマ、ピリオドキーで1フレームずつトリムすることも可能です。また、末尾を選択、ドラッグでトリムすることが可能です。オーディオクリップの特性なのですが、末尾を選択した状態でドラッグすると、一番右に表示されるのがフレーム数になりますが、1フレーム以下の単位、サブフレーム単位でトリムすることができます。フェアライトページではさらに細かいサンプル単位での調整も可能となります。オーディオクリップを選択すると、インスペクタのオーディオが有効になり、選択するとパラメータが展開します。ミキサーが表示されない場合は、この上にあるミキサーをクリックしてください。また、メーターになっている場合は、右上の点々点をクリックし、ミキサーを選択します。オーディオはクリップ単位、トラック単位の調整があります。今展開されているインスペクタはクリップ単位で調整できるパラメータが表示されております。この上にあるアイコンをクリックするとトラック単位、クリップ単位で調整できるパラメータの切り替えができます。左のアイコンがクリップ単位、右のアイコンがトラック単位になります。まずクリップ単位とは、このクリップのみ音量を上げる場合はクリップを選択し、このボリュームのスライダーで調整します。クリップの波形が連動して動き、選択したクリップの音量だけが調整されます。また、クリップを拡大すると、ここに白い横線があるのが確認できます。これをラバーバンドと呼び、カーソルをラバーバンドの上に当てると、上下のようなアイコンに変わり、上下にドラッグすることでも選択したクリップの音量だけ調整することができます。ボリュームのスライダーと連動しています。音量に変化を加えるとクリップは濃い緑色に変化します。このラバーバンドは一部区間の音量も調整することができます。例えばこの箇所のみ音量を上げたい場合は Mac の場合はオプションキー、Windows の場合は Alt キーを押しながらラバーバンドの上でクリックします。キーフレームが打たれます。4点のキーフレームを設定するとこの区間の音量を調整することができます。キーフレームを削除する場合はクリックで選択し、選択できると赤くなります。バックキーで削除できます。コマンドキーで複数選択、バックキーで複数削除することも可能です。次はトラック単位の調整です。上のアイコンからトラック単位のインスペクタに切り替え、このボリュームのスライダーで調整します。これはトラックにあるすべてのクリップの音量が一括で調整されます。ミキサーにあるこのつまみ、これをフェーダーと呼びますが、上下にドラッグすることでもトラックにあるすべてのクリップの音量を一括で調整することが可能です。トラックレベルのボリュームのスライダーと連動しています。オーディオトラック1にある2つのクリップの波形は動きませんが、音量が変化しています。インスペクタの値、またミキサーの値で確認ができます。基本オーディオトラックは音声、効果音、BGM とそれぞれ分けるのが一般的です。一番上に音声、中間に効果音、一番下が BGM となります。トラック先頭にあるトラック名をクリックすると名前を変えることができます。また先頭で右クリック、トラックカラーを変更から色を分けることでタイムラインを整理することができます。この M をクリックすると赤に変わり、このトラックの音量がミュートされます。S をクリックすると緑色に変わり、このトラックのみ音声を確認することができます。
全く音量の調整がしていないので、音声が BGM に埋もれてしまい、何を言っているのかは聞き取りません。音声、効果音、BGM とそれぞれどのくらいに調整するかについて解説します。これはプラットフォームごとに異なります。今回は YouTube にアップロードする内容で説明します。YouTube の公式では音声、効果音、BGM に対する音量の指定はありません。ただし、動画全体のラウドネス基準値としてマイナス 14LUFS が推奨されています。このラウドネス基準値は後に説明します。まず音声ですが、トラックの種類をステレオからモノラルに変更します。ステレオかモノラルかの違いは、ここに 2.0 と書いていればステレオのトラック、1.0 と書いてあればモノラルのトラックとなります。また、音声クリップを選択し、右クリック、各オーディオチャンネルを表示を選択すると、1つのトラックに2つの音源があることが確認できます。また、クリップを拡大すると、上下の波形は多少波形の波が異なることが確認できます。元に戻す場合は、音声クリップを選択し、右クリック、各オーディオチャンネルの表示のチェックを外します。モノラルに変更するには、トラックの先頭で右クリック、トラックの種類を変更からモノを選択します。トラックの表示が 2.0 から 1.0 になりました。モノラルにすることで同じ音声が振り分けられます。基本音声は両方の耳から同じ音が聞こえる方が心地よくなります。エディットページでは波形の確認ができないので、一度ステレオのトラックに戻し、右から2番目のアイコンをクリックしてフェアライトページに移動します。フェアライトページのタイムラインは常に1つのトラックの中に2つのチャンネルが表示されます。上下の波形は波の形が異なることが確認できます。エディットページと同じようにトラックの先頭で右クリック、トラックの種類を変更からモノを選択します。するとトラックの表示が 2.0 から 1.0 に変わり、1トラックの中で1つのチャンネルが表示され、同じチャンネルの音声が両方の耳から聞こえるようになります。エディットページに戻ります。次は音量の調整になります。音声は波形の最大値、ピーク時がマイナス5デシベル程度になるよう調整します。ミキサーの波形を確認しながら調整します。タイムラインを再生しながら音量の調整ができます。一番効果的な調整方法は、音声クリップを全選択し、右クリック、オーディオレベルをノーマライズを選択します。ノーマライズモードはデフォルトのサンプルピークプログラム、ターゲットレベルをマイナス5に設定します。相対個別とありますが、今回は相対を選択してノーマライズをクリックします。音声波形はマイナス5デシベルをピークとして全体的に上がりました。この設定は全体的に音声が低ければ、ダヴィンチがピーク時のレベルを最大値マイナス5デシベルとして全体的に音量を上げてくれます。またマイナス5デシベルを超えることもなくなります。調整後は各クリップの音声を一つずつ確認します。相対を選択した注意点として、一つのクリップに咳やくしゃみなど音割れするぐらいの音声が含まれていると、それをピーク時のレベル最大値として解析されるので、全体的に音声が下げられてしまいます。タイムラインにあえて音声波形が極度に上がっているクリップを配置しました。この状態で3つのクリップを選択し、オーディオレベルをノーマライズを行うと、このように3つすべてのクリップは全体的に音量が下がってしまいます。その際は音割れするくらいの音声が含まれているクリップは選択せずノーマライズしてください。最初のクリップには空調機のノイズ音が含まれております。ソロにして再生します。In this video, I will explain the audio inspector and the mixer. Fine-tuning your audio is crucial for ensuring your content reaches the audience clearly and without causing listening fatigue. 最初のクリップへエフェクトを適用し、空調機のノイズ音を除去します。エフェクト一覧を選択し、ノイズリダクションをドラッグでトラックの先頭に適用します。トラックに適用するとエフェクトの効果がトラック全部のクリップに適用されます。インスペクター上のクリップトラックの切り替えアイコンからトラックを選択し、エフェクトをクリックすると適用されていることが確認できます。フロートウィンドウ左上のバッテンをクリックすると閉じることができ、このアイコンをクリックするとフロートウィンドウを表示することができます。一旦エフェクトはゴミ箱のアイコンで削除します。次はクリップに適用します。これはトラックに適用するのと異なり、このクリップにのみエフェクトの効果が適用されます。
インスペクター上のクリップトラックの切り替えアイコンからクリップを選択し、エフェクトをクリックすると適用されていることが確認できます。フロートウィンドウ、左上のバッテンをクリックすると閉じることができ、このアイコンをクリックするとフロントウィンドウを表示することができます。今回はクリップに適用します。このノイズリダクションは人の声をできるだけ維持したまま、エアコンやパソコンの冷却音などの雑音だけを小さく抑えることができるエフェクトになります。ノイズを除去するのに自動と手動の2択があります。デフォルトでは手動にチェックがついています。手動でノイズ成分を分析し除去する方法もありますが、自動でもそれほど違いは感じません。自動に変更します。これだけである程度の背景音を除去することができます。In this video, I will explain the audio inspector and the mixer. Fine-tuning your audio is crucial for ensuring your content reaches the audience clearly and without causing listening fatigue. In this video, I will explain the audio inspector and the mixer. Fine-tuning your audio is crucial for ensuring your content reaches the audience clearly and without causing listening fatigue. 2つ目のクリップには波の音が含まれています。Specifically, you need to ensure the vocals remain clear without getting drowned out by the background music, prevent audio distortion, and balance the overall volume levels. このクリップにもノイズリダクションを適用して波の音を除去してみます。Specifically, you need to ensure the vocals remain clear without getting drowned out by the background music, prevent audio distortion, and balance the overall volume levels. これくらいの大きな背景音だとこのエフェクトでは除去することはできません。ただし、有料版ダヴィンチリゾルブには AI ボイスアイソレーションというとても優秀な背景音の除去機能が存在します。適用してみます。このスライダーで効果のかかり具合の調整ができます。デフォルトの100の状態で再生します。Specifically, you need to ensure the vocals remain clear without getting drowned out by the background music, prevent audio distortion, and balance the overall volume levels. 波の音を除去することができます。ただし 100% の適用量だと音声もエフェクトの影響を受け若干歪んで聞こえます。その際は適用量で調整してください。Listening fatigue. Specifically, 効果音の音量は映像の内容によりきりです。イン点アウト点で範囲を選択し再生しながらミキサーのフェーダーで調整します。目安としてはマイナス15デシベル前後で適宜調整します。次は BGM です。BGM は音声がメインで BGM を背景音として流す場合はマイナス30デシベルからマイナス20デシベルの間で適宜調整します。再生しながらミキサーのフェーダーで調整します。BGM をメインで流す場合は目安としてマイナス15デシベルからマイナス10デシベルぐらいで適宜調整します。これで全てのオーディオトラックの音量調整ができたので再生します。In this video, I will explain the audio inspector and the mixer. Fine-tuning your audio is crucial for ensuring your content reaches the audience clearly and without causing listening fatigue. Specifically, you need to ensure the vocals remain clear without getting drowned out by the background music, prevent audio distortion, and balance the overall volume levels. 音声が BGM に邪魔されることなく聞き取りやすくなりました。音声、効果音、BGM、すべてのトラックの音量調整が完了したら次は全体の音量を確認します。ここで YouTube が推奨する動画全体のラウドネス基準値マイナス14 LUFS が判断基準となります。まずラウドネス基準値とは人間が実際に耳で聞いた時に感じる音の大きさを数値化しメディアごとに定めた共通の音量ルールのことです。このラウドネス基準値マイナス14 LUFS より音量が大きいと YouTube 側で自動的に音量が下げられてしまいます。ラウドネス基準値マイナス14 LUFS より音量が小さいとそのままの音量で再生されます。よって目標はラウドネス基準値マイナス14 LUFS よりある程度小さい数値で調整します。この基準値を解析するには右から2番目のアイコンをクリックしてフェアライトページに移動します。このラウドネスで数値を確認します。表示されてない場合はこのメーターをクリックします。まず設定が必要で右下の歯車アイコンからプロジェクト設定に移動します。
フェアライトからターゲットラウドネスレベルをマイナス14へ設定して保存します。次にこの点々点から絶対スケールにチェックがついていることを確認し YouTube を選択します。タイムライン再生ヘッドをクリップの先頭に移動し、この開始アイコンをクリックしてスペースキーで再生します。解析が始まります。この解析はタイムラインの末尾まで再生することが必要です。このロングの数値がマイナス14 LUFS に近く小さい数値マイナス18からマイナス14程度であれば適正な値となり、そのままの音量で YouTube に動画がアップされます。逆にマイナス14 LUFS より大きい数値マイナス13、マイナス12などの場合は YouTube 側で自動的に音量が下げられてしまいます。今の解析値はマイナス 26.8 となり、まだまだ音量が足りないことが確認できました。ロングの解析値がまだまだ低いので、マイナス14 LUFS に近づける方法について説明します。マイナス14 LUFS に近づけるには、音声効果音 BGM すべての音量と音声の音圧を上げて調整します。音量を上げるにはバスのフェーダーで調整します。このバスは音声効果音 BGM の音量を一括で調整することができます。注意点として上げすぎると音割れしてしまうので、最大でも 5-6dB ぐらいまでの調整にします。現在のラウドネス値を確認します。タイムラインの先頭に再生ヘッドを移動し、上のラウドネスから先ほどの解析値をリセットし、開始をクリックして再生します。タイムラインの末尾まで再生します。解析値はマイナス 20.6 LUFS となりました。先ほどの解析値はマイナス 26.8 LUFS でしたが、バスで音量を上げたことで目標のマイナス14 LUFS に少し近づけることができました。次は音声の音圧を上げ、さらにマイナス14 LUFS に近づけていきます。これが一番大事な調整となります。ミキサーにあるダイナミクスでトラック単位で調整します。音声のトラック、オーディオ1のミキサーにあるこの箇所をクリックします。ダイナミクスのフロートウィンドウが展開します。まず、このダイナミクスは3つの機能があります。1つ目はエキスパンダーとゲートで、共に設定した数値以下の雑音を消すことができる機能になります。エキスパンダーはデフォルトでマイナス 35dB より小さい音を緩やかに下げます。ゲートはデフォルトでマイナス 35dB より小さい音を完全に遮断します。2つ目はコンプレッサーになります。設定した数値を超えた音を押しつぶす機能になります。デフォルトではマイナス 15dB を超えた音を1/2分の1、半分にするよう設定されています。3つ目のリミッターは設定した数値以上の音がそれ以上大きくならないよう完全にカットします。今回はこの真ん中にあるコンプレッサーを使い音圧を上げていきます。コンプレッサーとは大きな声を自動でさえ音割れせずに低い音を底上げできるエフェクトになります。ここをクリックして有効にします。調整は式値、レシオ、メイクアップの3箇所です。デフォルトでは式値がマイナス 15dB、レシオが1/2分の1となっています。これはマイナス 15dB を超えた音声を1/2分の1半減する設定になります。グラフを見ると、この折れ線が曲がった箇所で大きな音声を半減させていることが確認できます。つまり、マイナス 15dB を超えた高い音声の箇所が半減されるので、音割れせず中間から下にある音声のレベルを上げることができます。結果、全体的に自然な形で音声の音圧を上げることができます。音を上げるには、このメイクアップのスライダーで調整します。やりすぎは禁物なので、だいたい 5dB ぐらいまでの調整にします。グラフを見ながら 0dB を超えないよう式値を適宜調整します。ラウドネス値を確認します。タイムラインの先頭に再生ヘッドを移動し、上のラウドネスから先ほどの解析値をリセットし、開始をクリックして再生します。タイムラインの末尾まで再生します。解析値はマイナス 15.9 LUFS となりました。当初の解析値はマイナス 26.8 LUFS でしたが、バスで音量を上げ、またコンプレッサーで音圧を上げたことでマイナス 14 LUFS に近づけることができました。マイナス18からマイナス14程度であれば、このまま YouTube にアップロードして問題のない範囲になります。
ダヴィンチリゾルブ有料版の機能になりますが、AI ボイスアイソレーションで音声の背景音を除去し、AI ダイアログレベラーで音声のダイナミックレンジを整えると、さらに聞き取りやすい音声になることが可能になります。実際 YouTube 画面で確認ができます。今回は私が過去に上げた YouTube 動画で確認しますが、どの動画でも確認はできます。確認するには画面上で右クリック、詳細統計情報を選択します。ここに書かれてあるボリュームノーマライズの右側の数値で確認します。まず 100%/100% は、この私が作成した動画の音は 100%、つまりそのままアップロードされていることを意味しております。例えば 100%/70% と書かれていれば、作成した動画の音は 30% 落とされてアップロードされたことを意味します。括弧内の -17.9 デシベル、-14.0 デシベルは、まず -17.9 デシベルは私が作成した動画のラウドネス値になります。-14.0 デシベルは YouTube 側で設定しているラウドネス規格値になります。この動画の場合、YouTube 側で設定している規格値 -14.0 デシベルに対して、私が作成した動画のラウドネス値は -17.9 デシベルと規格値より低いため、作成した動画の音は 100% そのままアップロードされたことを意味しております。大きすぎると YouTube 側で下げられてしまいます。今回動画内で何度もロングの値を解析しましたが、毎回タイムライン全体を解析するのはとても時間がかかります。時間のかからない方法もあるので解説します。すべてのトラックにある音量の調整が完了したと仮定します。上にあるタイムラインからオーディオ、ミックスをトラックにバウンスを選択します。ここでバウンスしないを新規トラックへ変更し OK をクリックします。この動作は一旦タイムライン上にあるすべての音声トラックにあるクリップを書き出すようなイメージです。このタイムラインは30秒程度のものですが、長尺のタイムライン30分くらいのものでも30秒ほどで完了します。書き出しが完了したらバウンスされたクリップを選択し、右クリック、クリップ処理からオーディオレベルを分析を選択します。ラウドネス基準値を YouTube に設定し、分析をクリックします。一瞬で解析が完了します。このロングの数値が先ほどと同じ -15.9 LUFS となりました。注意点ですが、このバウンスされたクリップは解析が完了したら削除してください。このまま書き出しをすると、ビデオに音声が二重に焼き付かれてしまうので注意してください。次は音声トラックに設定した値をプリセットとして保存する方法について説明します。新たなプロジェクトに取り組む場合、毎回音声トラックをモノラルへ変更、ダイナミックスでコンプレッサーを適用など、この設定をするのはとても面倒です。パワービンのように今設定した内容をプリセット保存ができるので説明します。効果音 BGM の調整は複雑ではないので、オーディオ1の音声トラックをプリセット保存します。音声トラックを選択し、上のフェアライトからプリセットライブラリーを選択します。絞り込み条件からトラック全体のプリセットを選択し、新規保存をクリックし、新規作成を選択します。名前を付け保存します。別のプロジェクトに移動しました。音声トラックを選択し、上のフェアライトからプリセットライブラリーを選択します。絞り込み条件のトラック全体のプリセットからプリセット保存したものを選択し、適用をクリックします。次にトラックを変更をクリックします。先ほど調整した設定、ステレオのトラックからモノラルのトラックになり、ダイナミクスで設定したコンプレッサーが適用されております。メイクアップのスライダーも 5dB 調整されています。今回は削除してしまいましたが、ノイズリダクションなどのエフェクトを適用していれば同様に適用されます。毎回同じ環境で音声を収録しているような場合は、とても有効な機能になります。